雑談です。琴音です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、拾っちゃったもの、捨てちゃったものなんかの話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いながら、今日もテレビのお話をしたいかなと思いますが、昨日は何をしてたかと言いますと、あれですわ、陣内くんの YouTube の撮影がありまして、これ言っちゃい、まだ本当は多分言っちゃいけないんでしょうけど、言ってないんでね、大丈夫です。絵で描いちゃったんで、ね、まあ誰も見てないでいいでしょう。って非常に楽しかったね。いや、非常に面白かった。一つ、二つ撮ってたんですけど、どっちも面白かったね。二つっていうか、まあ、三つか。はい。面白かったんで、まあ、放送をというか、配信をかな。お楽しみにね、していただければなと思いますが、で、あれですわ。見ましたね。おっかげで TVer で見ましたけどもね、コントが始まるの4話目、捨て猫、コント捨て猫ね、でながら見をしてたんで、すごいここが伏線こう回収されているとか、そういった考察的な感想は一切ございません。一切ございませんが、ただ言いたい、もう本当に言いたい、古川琴音さんですか、妹役ね、有村架純さんの妹役の古川琴音さんがね、これ本当に可愛くてしょうがない。弱っちゃったな。これはあれですよ、恋ですよ、恋ね。いや本当に可愛らしくてたまりませんね。したらなんかネットニュースにもなってましたね、やっぱり。6日のネットニュースなんでね、あれか、放送前にもうニュースでね、こう仕掛けられていたんでしょう。こうね、有村架純に並ぶ存在感、古川琴音の演技力と可愛らしさがついにね、見つかっちゃったという記事ですわ。いやー、これ見つかっちゃいましたよ。俺に見つかった時点でもうこれね、あれですわ。積んだなっていう。積んだなっていうか。まあね、俺に見つかった時点でこれはもう罪ですわ。両方ね、の意味で。いやー、これは本当に爆発というか、なんで瞬間最大風速的にこうね、うわっていう感じではなく、こうずっと残る感じだと思いますよ。誰で言ったらいいのかな、こうね、俳優さんでいうところのこう末永くね活躍されてる方になるんだろうなって感じがすごくひしひしとしますね。そう、誰だ、雰囲気的に似てたりするかなっていうのは黒木瞳さんとかね、そのあたりの感じはすごくなんていうんですか、感じますね。なのでこれはずっと睨んでいきたい。あとあれです、ちょっとあれかもしれないですけど、片桐はいりさんとかね、ああいうちょっとね、こうなんていうの、いわゆる一発屋みたいな感じでドーンと出ていなくなって、また何かの期間にドーンと出てみたいな、こう売れ方というか、そういう感じではなくて、こう常にねどっかしら出てるみたいな、いう感じで活躍していただけるといいなって気はしますね。ね、本人がどうしたいかのかとかね、
全く知らないですけども、なんかそんな感じがするなと見ておりますが、いやしかしですよ、本当にこのコントが始まる中でもね、こういい役どころというか、ね、いいなって思いますね。なんですか、自分自身何がしたいのかこうつかめないまま、本当は一体私は何がしたいんだろう、何になりたいんだろうっていうのがわからないまま、こう流れてというか、今スナックのママをやっているのがなんか性に合うなみたいな感じの役どころなんですけどね、それが本当にこうピタリとはまるというか。で、神木隆之介くんにね、こういいアドバイスをこうしているじゃないですか。そこがまたいいですよね。ね、ミートソースが食べたくなっちゃった。今日はだから僕はミートソースが食べたいなミートソースが食べたいなですよ、本当に。コントが始まるを見たら、もうね、捨て猫の回を見たら、必ずミートソースが食べたくなると思いますよ、誰でも。ね。とはいえ、僕、1話ね、第3話目をこれ見逃しているんだ。しかし、昨今のドラマのホームページというのはすごくしっかり作られていて、ね、あらすじでなんとなく追って、それからYouTube にもね、これご丁寧に何分でわかる。他のドラマもね、あったんですよ。なんだっけ、リコ活がね、TVer にあったのかな。3分でわかるリコ活みたいな。これダイジェストを上げてくれてるんですよね。ってことは、これ、やっぱりね、テレビとか、あらゆることですね。これ、時間と引き換えに、その、各各々の時間を奪う行為じゃないですか。このね、ラジオ配信にしてもそうですし、ゲームにしてもそうですし、お仕事もそうですし、食べることも寝ることもそうですけども、それぞれの人の時間と引き換えにすることじゃない。テレビを楽しむことも、本を読むことも、映画を見ることも、音楽を聴くことも、ライブに行くこともね、通勤や通学やそういった、ね、全て時間と引き換えですよね。だから時給換算すれば、じゃあ例えば1時間番組を見るのに時給1000円で換算したら1000円を使っているんだという感覚で、それに似合っているのがその1時間のドラマを見るのはね、とはそこまでは考えないですけど、そういったところで考えてみてもね、なかなかそこまで時間が割けなかったりとか、他に時間を費やして、1時間もドラマを見ている余裕というかね、避けない、事情、今で言うと、いろんなこういったなんていうんですかね、エンタメのコンテンツが多いですから、ラジオ聞かなくちゃいけないとかね、YouTube 毎日楽しみにしてるのがあるから見なくちゃいけないっていう中で、こう新しいドラマが始まっても、じゃあそこをねの時間をどうやりくりするのかってなった時に、こうやっぱダイジェストって助かりますよね。っていうような、こういうなんていうんですかね、昔ではなかったような、こう過剰なサービスというかね、そこまでしてやっと見てもらえるっていう、いろいろ楽しみが増えてる分、そこまでしなくちゃ見てもらえる、なんていうんですか、土俵にも上がれないっていうものが多分多くあると思いますんで、こういうのは非常に助かりますね。そしてこう非常に丁寧に作ってあって、それから見逃し配信とかね、こうよし分かったっつって、俺はこれに時間を十分使ってやるぞって気にさせるようなね番組があると、どっぷり見てしまいますよ。だから Hulu とかでもね、こう3人のネタ合わせ、というかダラダラ喋っただけの番組が配信されてたりするんでね、いや本当に一つちょっと前というか、もう随分前になるんでしょうけど、メディアミックスとかね、
こうなんていうんですかね、そういったやり方でドラマもこう発信しているんだなっていうのはいろんなドラマを見てね思いましたね。とは言いながら私はあれですよ、昨日も話しましたけども、たまたま Amazon プライムをこう立ち上げて何かをね探してたんですよ、 Amazon プライムで。たら Amazon プライムが過去に僕が見た番組などからこうおすすめをしてくるじゃないですか、 AI がね。ついに AI に負けましたよ。まさかね浪曲を勧められるとは思わなくて、しかもその日本昔話のアニメを作ってたスタッフがアニメを制作して、沢田何でしたっけ、虎次郎違うわ、広沢虎蔵ね、2代目広沢虎蔵って方の浪曲にその日本昔話のアニメーターがアニメをつけてやっているやつがね Amazon プライムであるんですけど、これが非常に面白いんですよね。俺はついに AI に負けたぞと。いやもう敗北宣言ですわ。将棋もね囲碁もAI に負けてますから、それは人間じゃこれはもう太刀打ちできないんじゃないかっていうところで、じゃあねそういうね AI にこれは思いつかないだろうっていうようなことをやっぱり人間はしていかなくちゃいけませんよねっていうのが思いますわ。それがその代表的なというかは冒頭ちらっと言った野田芸なんじゃないかなとか思いながらね、いやいろいろねこう時間を奪われる楽しみっていうのは増えますけどもね、ドラマも一つね、面白いんで、ぜひその見逃しちゃったら見逃し配信とこのダイジェストがね上がってるのは非常に助かるっていうので、今日は、コントが始まるのお話でした。ちょうど時間となりましたつってね、全然ちょうどよくない時間ね。ちょうど時間となりましたで、これが流れてるのかなね。ってことで、これタイマーに仕掛けといたらいいんじゃないかな、なるようにね。それぐらいできるでしょうね。はい、ということで、コントが始まるのお話というか、本当に古川琴音さん、いやー可愛い名前言っちゃったなっていうお話でした。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。